はい、皆さんこんにちは。今回は私のデスク周りを紹介したいなと思います。普段私はここで日本語のレッスンとか YouTube を編集したり、クライアントワークって言ってクライアントさんの SNS を作ったり動画編集をしたりしています。基本もうほんとずっと家で仕事してるので、もうずっとここにいます。会社員の時も在宅ワークだったので、家の仕事スペースをすごくこだわりました。シンプルなんですけど、こだわりが詰まってるので、よく、パソコンおすすめありますかとか、椅子とかデスク何使ってますかって聞かれることがあるので、ちょっとまとめて紹介できたらなと思います。後半にゲーミング PC もちょっとお見せできたらなと思います。ゲーミング PC はこことは別の部屋にあるので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。この紐はケーブルです。ゲーミング PC につながっております。隣の部屋のここにルーターが入ってるんで、PC は Wi-Fi なんでケーブルつないでないんですけど、隣の部屋までこれつながってます。すごい綺麗にしてるのにここだけ出てるっていう、もう慣れちゃいました。本当は隠したいんですけどね。っていう感じで今から紹介していきます。まずは椅子から紹介していきます。こちらですね。これハーマンミラーの椅子になります。9万円ぐらいしました。このブランケットは日本語学校で働いてた時に校長先生がくれました。3年前ぐらいに辞めたんですけど、だからそこからずっと使ってますね。で、椅子はめちゃくちゃこだわった方がいいと思ってて、私みたいにずっと家で仕事する人とか、長時間座る人は、机は別に、頑丈であれば何でもいいと思うんですけど、椅子はやっぱりこだわった方がいいです。疲れるのすごい嫌ですからね。座ってて疲れるってすごい嫌なんで、この椅子はもう本当に疲れないです。ハーマンミラーちょっと高いですけど、これ以外だったら国用の椅子とかも疲れにくくて、おすすめですね。私逆にゲーミングチェアがあんまり好きじゃなくって、一時期ゲーミングチェアすごい憧れてたんで、いろいろ見に行ったりとか、あと会社でゲーミングチェアで仕事するスペースもあったんですけど、すぐ疲れちゃう。というかもう座った瞬間から座り心地が悪くって、私はあんまり好きじゃないです。でも私はシンプルなのが好きなので、基本白とかで統一したいなと思ってます。足置きもあります。これ楽天で買いました。やっぱ足届かないとストレスなので、足置きも重要です。で、このデスクは Amazon で買ったんですけど、上がります。ボタンを押すと。これ Amazon で2万円ぐらいだったかな。やっぱりずっと座ってると体に良くないので、本当に一日中私ここで仕事するので、たまにね、ご飯食べた後すぐとかは立って仕事するようにしたりとか、ちょっとずっと座ってんなと思ったら台を上げて立ちながら仕事をします。ちなみにずーっと立ってるのも良くないみたいです。だから立ったり座ったりね、歩いたりとかした方がいいですね。あとは、これは私の相棒ですけど PC です。はい、これは MacBook Air ですね。多分3年前とかに買いました。もう結構長いこと使ってますね。で、この大理石のカバーが欲しくって、これ楽天で買いました。お気に入りですね。よく MacBook Air がいいのか、Pro がいいのかっていうのも聞かれるんですけど、私、そんなに重たい動画編集もしてないので、MacBook Air で全然問題ないですけども、本当に
結構重たいデザインするとか動画編集するって方はプロの方がいいかもしれないですね。で、この台、これはここにねさせるんですけど、USB とかねケーブルさせるアダプターさせるんですけど、これおすすめですね。これ多分5000円 ?4000 円とか5000円とかするかな。重いんで持ち運びはね、外に持ってったりはできないですけど、もう本当に頑丈なんで、ちょっと埃ありますけど、頑丈なんで、すごいいいです。私はパソコンは高さ出したい派ですね。でもね、手首疲れちゃう人とかいるんで、これも好みですよね。で、あとは iPad があります。なんか iPad のカバー汚いからあんまり見てほしくないんですけど。しかもこの iPad も初代かな。この iPad のスタンド。これ3000円かなぐらいだったんですけど、やっぱりしっかりしてるやつがいいので、基本ここに立てて、ここで BGM 流したりとか、レッスンするときとか、ここに教材を自分用に移して進めるときもあります。画面共有で PC でも見れるんですけど、結構先の方のページ見たいときとかはiPad で見るようにしてます。あとは iPad はApple Pencil もあります。この Apple Pencil は日本語学校の時、日本語学校辞めた時に先生がくれました。いや本当にね、日本語学校の先生たちなんかすごい好きでした。いや今も好きだけど、いつか日本語学校時代の思い出トークとかも話したいなと思います。あとここキャップカット入ってますけど、これね iPad でできる動画編集、なんか逆に PC でやるより iPad の方が早い場合もあるんで、短いリールとかショート動画とかそういうのは iPad とかあと iPhone で編集したりするので、データをねiPad と MacBook とあと iPhone だと転送しやすいのでやっぱりいいですね。AirDrop でも送れるし、メモ帳とか、テキストもね同期してすぐに送れるので、本当作業する上でこの3つは欠かせないですね。この iPhone は本当にSIM とか入ってないんで Wi-Fi でしか使えないんですけど、これ iPhone13 ですね。今撮影してる iPhone は iPhone14 です。あとはモニターも一応あるんですけど、フィリップスですね。モニターはもちろん使うときは使うんですけど、あんまり使いたくなくって、モニター使わなくていいときはもうほんとパソコン1台で作業をするようにしてます。何か調べながらね、なんか作ったりとか、そういう時はもちろんモニターあった方がいいんですけど、ない方が集中できるので、動画編集の時とかはもう本当に絶対モニターとかつながないですね。これ1台ですごい集中してやります。ちなみに、ここにマウスあるんですけど、マウスも私あんまこだわりなくって、Apple じゃないですね。なぜかというと、マウスもあんま使いたくなくって、このタッチパッドでできればやりたい派です。でも、写真の編集、フォトショとか、あとイラレとか、そういうのの場合は多分、昔から私、そのマウスでやってるんで、マウスの方が慣れてるんですよね。マウスがあった方がいい時もあります。だから一応マウス置いてますけど、基本はもうパソコン1台で全部やりたいなっていう感じです。なんかたまにモニター位置に2つ置く人もいるじゃないですか。この PC の他に。私は絶対やりたくないなって思います。なんかね、マルチタスクになるとも言いますよね。でもそれで慣れてて、それが一番効率良いっていうんであれば人それぞれなので全然問題ないと思います。ちなみにこれは、フランフランで買ったコースターですね。なんか汚い跡ついてるんですけど、これ大理石みたいな豪華な感じが好きなので、あんまり机の上はシンプルなものを置きたくなくって、でも1個だけなんか置いてあります。イヤホンですね。
オンライン会議で使うイヤホンとか、あとはリップ。会議は基本オンラインで、あんまり入れてないんですけど、あとレッスンとかね、せめて唇の色だけはつけときたいんで、リップは何本も置いてますね。家で会議とかする場合は、誰もいないときはもうイヤホンとかもせずにやるんですけど、使うときはそのワイヤレスじゃなくてこの線が好きですね。こっちなんか挿してすぐにできるし、なんかワイヤレスだと繋がってるのかちゃんと聞こえてるのかもよくわかんないんで。あとはね、適当にリップが、これ韓国で買ったやつ。色はつかないですけど、めっちゃいいですよね。ここら辺が色つくやつかな。こういうのを入れてます。はい。あと、机の上に置いてるのは、唯一アナログのものがありますね。やることを書くノートです。なんかこんな感じで、私やっぱやること多いんで、忘れないように書いて終わったら消すみたいなのをやってます。メモ帳とか、そういうので、メモ帳っていうのは Apple のね、メモ帳とか、ノーションとかでやってた時もあるんですけど、なんか毎日のタスクに関してはすぐに書けるノートが一番やりやすいので、そうしてます。ちなみに回線はニューロ光ですね。ニューロ光が一番早いって言われてると思うんですけど、今どうなんだろう。ちょっと前まではやっぱりニューロが早いってもう速さ命なので、絶対にネット遅いとか止まるっていうのが許せないので、そこは本当に高くてもいい回線にしたいなと思って。でもニューロはそんな高くないかな。でもやっぱ早いですね。ネット遅いなって思うことあんまりないです。たまにゲームしててね、止まったりするときはたまにありますけど、そんな感じです。これはね、本がありますけど、JLPT の本もあるし、いろいろ勉強の本とか。これハイネイティブの。ハイネイティブって皆さん知ってますか？私がライブ配信でお世話になってたハイネイティブで、なんかイベントでもらいましたね。このマグカップは。ペン入れにしてますけど。ペン立てにしてますけど。で、この本はほんと一部で、小説とか、あとは他の本は実家にあったりします。一応私のデスク周りはこんな感じかな。で、次にちょっとゲーミング PC を紹介したいと思います。ゲーミング PC がここにあるんですけども、別の部屋なんですけど、もちろん仕事場とゲーミング PC を一緒にしたらゲームしちゃうと思うんで、分けてます。でも、もうね、ゲームは全然しないですね、正直。スマホゲームはするんですけど、ゲーム買ったけどしてないのがいくつもあります。本当はね、やりたいんだけど、ちょっと仕事をしたいので、買ったくせにやってないです。いつか YouTube でゲーム配信。いや、でも私ゲームめっちゃ下手なんですよ。っていうか、このチャンネルではやらないかな。いつかやってみたいなという夢はあります。この PC ね、カスタムなんですけど、20万ぐらいかな当時。全部、その CPU とかメモリ、マザーボードとか、全部カスタムなんで、ちなみに自分では作ってないです。これつけたらもっとかっこいい。赤く光って。今はつけてないんですけど。これも充電器だな。Apple Watch とかも充電できます。あとは、ここにコードをしまってて、これモニターつく。傷ついちゃってる。ここにね、ライトつけてるんで、よいしょ。これ、やったら、そしたらつきます。こんな感じです。あんま参考にならないと思うというか、全然、解説とかしてない。ゲームに興味ある人とかいますか？なんかあんまりいないのかなと思って、ゲームとかアニメの話とかもできる機会があればなと思います。ちなみにこの、デスクはこれ IKEA だと思う。本当に数千円で買いました。で、コースターはこれフランフランですね。あとは、
モニターもね、やっぱ角度というか場所はこだわりたいですよね。なんか止めてます。はい、そんな感じですね。以上、私のデスク周りの紹介でした。なんかシンプルすぎてあんまり参考にならなかったかもしれないんですけど、やっぱりシンプルが一番いいかなと、仕事する上でも、勉強する上でも、私はシンプルが好きなので、すごい可愛いデスクとかもね、好きですけど、憧れますけど、もう私はもうシンプルで、これが一番集中できるスペースだなと思ってます。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。